ジャパニーズヨガの夏美です。今日はリフレッシュになるヨガをお届けいたします。まずは呼吸法で体をリセットしていきたいので、あぐらの状態、正座やお好きな座り方で行っていきましょう。背筋をすっと長く伸ばした時に、地面から空までの一直線のラインを感じます。背骨のラインが反っていたり、背中が丸まっていたら、ぐぐっと重力に逆らうような感覚で背骨を長く伸ばしてみましょう。目を閉じた方が集中ができそうであれば、目を軽く閉じながら行っていきます。今日は腹式の呼吸です。両手をお腹に添えながら、一度息を吐き出しましょう。鼻から吸って、お腹を大きく膨らませて、吐き出しながらお腹が薄くなっていく感覚。自分のペースでいいので繰り返します。できれば吐き切る息の方にフォーカスをして、吐き切った時にお腹をぐーっとへこませながら最後まで吐き切る、これを意識しましょう。余裕があれば吐き切った後に少しの間息を止めて間を感じていきます。さあ、あと一呼吸ほどにしましょうか。最後の息では丁寧に吐き切って、それを終えてから手は自然なところに戻して、そして自然な呼吸で今の体の感覚、例えば顔周りの緊張感はどうか、何でしょう、頬の前側を流れていくような空気感も感じ取っていきます。では目を閉じたままでいいので深呼吸、鼻から吸って吐
吐きながらふーっと背中を丸く、頭も下方向に下ろしましょう。体をゆらゆらとさせてみて、今の体の背面に意識を向けたときに、腰や背中、首の後ろ、自分の体で頑張りすぎていたり張っているところがないか確認します。そして口の中や目元もふわっとしながら揺れます。では、真ん中で動きを止め、スーッと上体起こしましょう。顔が持ち上がったら優しく目を開きます。目を開いた後、吸って耳肩を寄せて緊張。吐きながらストン、下ろします。足を組み替えたりバランスをとりながらほぐしていきます。さあ、では肩に手を添えていきましょう。肘同士を寄せてゆっくり上に上げます。この肘で遠くを通すようにしたいので、より今日は丁寧にいきましょうか。センターに寄ったら吸って上、吐きながら回してセンター。逆回転もします。肘で一番大きな円を描くように丁寧に丁寧に回します。呼吸も流しながら。さあ、一旦ほどきましょう。この状態で吸って右手を上げてこめかみです。もう一度背を伸ばして息を吸ってから吐いて頭を右側。少し角度を調節するように頭を揺らしてみていいので、一番居心地のいいところにしましょう。自然と吸って楽に吐きます。まだ伸びを深めたい場合は、左手を少し遠くまで歩かせて、そうすると指の先から二の腕や肩の方までピリピリっと伸びが感じられるかもしれません。そこから吸って手を後頭部、顔を右に向けて吐きながら顎を引きます。同じように少し頭の角度を調節していいので、心地いいところを探ります。吸ってセンターに戻り、吐いて解放。次は左手を上げてこめかみ、息を吸って、吐く息で頭を左へ。あとは自然な呼吸で、今の自分の首の角度を調節しつつ、余裕があれば右手を遠くまで歩かせることで伸びを強めます。頭を引っ張るのではなくて、伸ばしている方の手で調節しましょう。では手を後頭部で顔を左に向けて吐きながら顎を引きます。心地いい角度を見つけながら、吸ってセンター、吐いて解放、肩をくるり。胸の前で手を重ねて、吸って喉を開いて見上げる姿勢。口元も優しく。では吐きながら顔を正面にしたら拳を握って後頭部から首元を優しくトン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 叩くことで、
首の骨の上の方にある脳の幹、脳幹に刺激を送って、体の無意識の部分を目覚めさせます。自律神経、ホルモンのバランスを整える場所です。さあ、動きを止めて解放しましょう。一回しリラックス。では、両足をまっすぐにして軽くリセット、トン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 としていきます。左の膝を立てていきます。この状態から自分のお尻の方にしっかり寄せましょう。だいたいお尻の側面と小指の側面一緒なぐらいにして、必要であれば足幅を腰幅程度開き直していきます。骨盤をぐっと立てたいんですが、立ちにくい時には膝を緩めながらで OK。膝の内側に手を入れて、ぐっと体を前に倒します。そして吸って左手前、親指は下向き、下を這わせるようにして足に引っかかったら肘を曲げて背中側に手を絡めます。吸って右手高く後ろ。届かない場合は腰あたりに手を寄せていいので、余裕があれば手と手をつなぎます。骨盤を前に見せながら息を吸って吐きながら前屈。マリーチアーサナ。曲げてる足の膝が外側に倒れやすいので、内ももでぐっと体の側面に引き寄せるような形を作ると、さらに内ももから骨盤の奥の方、骨盤底筋が使いやすくなります。呼吸をしながら吐く息ごとさらに体を倒せる場合は倒して、下腹部に圧迫をかけながら内側から体を温めます。もう一つ息を吸って、最後に吐き出しましょう。そして体を起こします。手を外して、この曲げてる足、下からすくい上げるようにしましょう。もう少しという場合は両手下に、足を抱える形にして揺らします。ゆりかごのポーズでお尻から太もも、股関節周りを優しくほぐす動作。さあ、ではこの足、伸びてる足の側面に下ろしていきましょう。伸ばしてる足そのままで構いません。骨盤をぐっと起こします。左手は後ろ側、ついていきましょう。余裕があれば、右手は膝の斜めにかけます。この状態がきつい場合は、膝をキャッチするだけで構いません。息を吸って、上に伸びてから吐きながらねじっていきましょう。左回りにツイスト。マツイエンダラーサナ。もう少しという場合は胸の前で合掌を作ってもいいので、骨盤から背骨をさらに引き伸ばすような感覚で体を使っていきます。吸ってもう一つ背を伸ばして、吐いた時にひねりを強めて、では吸いながら体をもう一度正面にしたら、次はこの曲げている足の裏をキャッチします。両手を絡めてキャッチしてもいいです。下の足が伸びたままだときつい場合、膝を折り曲げて外に倒したり軽減しても構いません。さあ、ぐっと上体を起こして背を長くしたら、この足を持ち上げて伸ばしていきます。突っ張ってきついという場合は曲げ伸ばしでいきましょう。サギのポーズです。何度か曲げ伸ばしを繰り返すだけでも、太ももの裏側、膝裏が伸びてきます。
上半身をもう一つ上に引き伸ばしながら呼吸。いつでも呼吸は流しつつ、肩はリラックス。さあ、続けてもう少し行きましょう。右手で足をキャッチしたまま、辛い場合曲げたままでいいです。左手は横についていきます。そこから斜めに斜めにすることでさらに負荷をかけますが、上半身は上へ上へ引き伸ばされている感覚は維持します。OK、ではゆっくりこの足膝を折り曲げて戻していきましょう。軽くトントンリセットです。さあ次は右の膝を曲げてかかとをお尻の方になるべく引き寄せます。お尻の横と小指の横側がだいたい一直線上にあると行いやすいので試してみてください。さあ曲げている足の内側に肩を入れて両手をつき直し、もう一つぐっと背を伸ばしましょう。突っ張ったら膝を曲げて、右手を遠く前に伸ばした後、親指は下向きです。そこから後ろに回し、足を捉えたら肘を曲げて背中へ。左手遠く後ろに通して背中に回すか手と手をつなぎます。骨盤胸を前に向けて息を吸って吐きながら前屈へ。たくさん倒れるよりも今でしたら左のお尻が浮きやすくなるので、骨盤が倒れてこないように両方のお尻ぐっと下に根付かせるような感覚で安定させます。そして呼吸だけは流しつつ吐き切るようにするとさらにお腹に効かせられます。では吸いながら体を起こして手をほどきましょう。曲げている足を抱えるように下から手を通して揺らします。さあ、動きを優しく止めて、次は伸びている足の外側に足を下ろして骨盤をぐっと起こすところから始めましょう。右手をお尻の後ろです。左手は膝を抱えるか斜めにするか。息を吸って上に伸びて吐きながら右回りにツイスト。後ろの手に体重がかかりすぎてないかをチェックして骨盤の安定と背骨の伸びを実感していきます。あとは自然に呼吸を通し、体の隅々まで血の巡りを良くしていきましょう。さあ、吸いながら体を正面、一旦リラックス。この足をもう一度解いて、右の足の裏、両手でキャッチ。骨盤をぐっと起こして背を長くしたら、それとともに右足を伸ばします。きつい場合は曲げ伸ばしを続けながら、自分の体と相談しつつ、今日の体はどこが伸びているか、張っているかなど、それを感じながら調整していくことがヨガです。調和とか統合とかいう意味もあるヨガという言葉なので、自分で自分のことを調和に向けていきましょう。さあ、余裕があれば伸ばしたままホールド、肩リラックス。スーッと背骨も伸びつつ気持ちよく呼吸。
では、左手で足を掴んだまま右手は横に置いて、吸って吐きながら足を左側斜め。ねじることでより圧迫もかけつつ足の伸びを強めましょう。背骨はもう一つ上へ。OK。では真ん中に戻ってきたら解放して、足をリセット、トン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 。少し体幹力を上げる動きにしましょう。膝を立てて、骨盤を起こし、体重後ろ側にかけたら、すねと床が平行でホールド、船のポーズ、ナバーサナ。お腹ぐっと締めて呼吸。もう少しという場合は手を解放。さらにチャレンジ深めたいという感覚が出てきたら V の字チャレンジ。お腹ぐっと締める感覚。お腹もも。3、2、1。ではゆっくり膝を曲げてふっと一呼吸。そしてパタンパタンと揺らすことで骨盤、腰、楽にします。では、足を自分に引き寄せて手を前について、四つ這いの姿勢から右の足を前に出して、ランジのポーズ、股関節を伸ばします。前の足のかかとの上に膝で、後ろ足はなるべく遠く後ろにつくようにしましょう。骨盤を下に押し下げて足の付け根をほぐします。さあ、ここへ来てもう少し伸び深められる場合、前足を一歩外側に開いて、足の内側に手を入れて、この内側あたりをほぐします。もう少しという場合は、肘までついてトカゲのポーズ。さらに、伸びを強めたい場合、後ろつま先立てて、かかと後ろにプッシュ。後ろに引いてる足の鼠径部あたりがもう一伸びしてきます。さあ、後ろ膝を置いて足の甲を寝かせた後、体を起こして、前の足を内側に入れて、膝を曲げて手の間に挟み込んでいきましょう。腰が張る感じがある方、少し前かがみです。余裕がある場合は、ぐっと体を起こしていきましょう。視線正面。もう少し体をしっかり使いたい場合、後ろの膝を曲げて、左手を後ろ、カポーターサナ。さらにという場合は、両手を後ろ。で、肩を下げながら胸の開きで自然と視線見上げます。ただし腰に負荷がかかりやすいので、張ってるなと思う場合は、前かがみで行いましょう。一旦手をほどいて、吸って吐きながら倒れます。さらに太もも、お尻の伸びを作りたい場合、前足を前に出して、眠った鳩のポーズでほぐします。さあ、ラスト一息吐きます。吐いた後は、両手で床を押して、膝を一歩後ろ。次は右足を前に出して、
かかとの真上にだいたい膝、後ろ足は遠く後ろに引いて、ももに手を添えながらでいいので、股関節をしっかりほぐします。体重は下へ下げる感覚。では、もう一度手をつき直したら、足を一歩外側に開いて、足の内側に両手を入れます。このままキープでも、内ももがしっかり伸びてきますが、もう少しという場合、肘をつけてトカゲポーズ。さらに伸ばしたいときには、後ろのつま先を立てて、かかとを後ろへ。さあ、では、後ろ膝足の甲を寝かせて、手で床をした後、前の膝を曲げて、手の間に足を挟み込んで骨盤正面。この時点できつい場合は前かがみでホールドです。ここでまだ余裕だなという感覚がある場合は、ももに手を乗せてみて、バランスが取れたら後ろ膝を曲げて、右手後ろ。片手だけでも心地よく胸が開けますし、もう少しという場合は両手を後ろに運んでもいいです。これは好きなものを選択。鼻から吸って、吐きながら後ろ足解放、前に向かって前屈。そのまま呼吸か、前の足を前に押し出して、体重は今だと左にかかりやすいので、右の方にもかけながら、太ももやお尻をじわじわほぐします。体を観察して、肩や首、背中の方、力みすぎていたら、吐き出す息でふわっと楽にしていきましょう。さあ、最後に一息。吐き終えたら、両手肩の下、手で床を押して、後ろに膝を引いて、膝幅はだいたい腰幅程度でいいので、お尻をかかとについて、手も肩幅で床についたら、頭頂部、頭のてっぺんです。地面に下ろします。ここで気持ちが良ければそのままホールド。物足りなければ、例えば前後に揺らしてみたり、お尻で円を描くようにすると、全体的な頭皮の刺激。ただ、手でしっかり補助をつけながら行いましょう。呼吸を優しく流しながら、うさぎのポーズで血液の流れ、循環を整えます。頭頂部を刺激することが、脳を目覚めさせるポーズなんていうふうにも言われていますし、目がお疲れの方にもおすすめです。では、お尻をかかとにストン、チャイルドポーズ。肩の下に肘を置いて、拳を重ねておでこを乗せてもいいですし、手を前にスーッと伸ばした方が力が抜ける方はそれで行ったり、手を後ろ側にした方がリラックスする場合はそうします。いつでも自分の体に合わせたような形をできれば作って、自分で自分自身にですね、
そして形を決めていきましょう。さあ、鼻から吸って、楽に吐きます。吐いたところで、ゆっくり頭が最後になるよう起きましょう。肩を回してリラックス。さあ、座り直して、骨盤、土台の安定、背骨の伸び、自分の中心軸、肩のリラックス、それを感じて胸の前で合掌します。まずは今の自分の体、そして呼吸を感じます。最後は今の感情や思考の状態、それらもありのまま感じ取りましょう。もし今の状態が穏やかであれば、いつでもこの状態に戻ってこれることを思い出して、日々を大事に過ごしていきましょう。さあ、息をふーっと吐き出し、深呼吸、自然に。吐き終えたら、優しくまぶたを開いて。では、今日もありがとうございました。今日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。インスタグラムもあります。ハッピーなつむで検索してみてください。